最近この手の質問が多くなってきた。まず見てくれ。かなり危険な連絡だな。無論わからなくもない。最近頻発しているようだから不安になるのもわからなくもないということだな。そうそう、私はカノンを練習してどのくらい経ったかな。どのくらいから始めたかちょっと忘れてしまったんだが、結論から言えば弾けるようになってしまったということだ。だから今度は新しい曲を何にしようかなと考えているところだな。完璧ではないけど、たまにミスすることはあるけど、ある程度なんか弾けるようになったんだよね。1日10分15分くらい練習してたかな。もちろん週に3、4日くらい、だから毎日はできなかったけど、そのくらい程度で誰にも習わずに弾けるようになるもんだねと感じたということだね。何の話だったっけ。そうそう、相模トラフがいわゆる首都直下型地震が来るかどうかなんだが、明らかに来るわけなんだけど、そこまで悲観することもないんじゃないかなと私は考えている。みんないつか死ぬわけだったから、その時が少し早まっただけと考えてもいいのではなかろうかということだな。いや、しかし首都直下型地震といえば無残すぎる被害だということはしっかり認識していた方がいいのではなかろうかなということだな。関東のほとんどの地域で震度7近くが記録されているから、人がピンポン玉のように跳ねる光景を想像してもらえればわかるかな。それでもってとんでもないクラスの津波が襲ってくるわけだから、もう一貫の終わりということはもう覚悟していた方がいいということだ。しかし私の戻りはこういった何と言えばいいか、結構2択どっちがいいですかみたいな感じの問い合わせというのが結構多いということだ。例えばこういったメールを見てもらったら分かると思う。これももちろん結構重要なメールだと先輩方も理解することができるであろう。他にも転職した方がいいかとか、要するに人生の岐路を左右するような重要な判断を私に助言を求めてくるということを、されてはいるということだ。気持ちはわからなくもない。なぜならば私は誰もが知っていると思うんだが、2062年から来た、未来から来たタイムトラベラーだから未来を知って当然だということで、どちらがいいかという選択肢を求めてくる気持ちというのは分からなくもない。しかし私は前にも言ったと思うんだが、人生の岐路というのは
なるべく自分で決めてくれということだ。人によっては人の意見に頼るものというのが非常に多い。どうした方がいい、どうした方がいいみたいな感じで人に助言を求める人というのが結構多いのは分かっている。しかし最終的な判断というのが自分自身でしっかり決めた方がいいということだ。もちろん人に助言を求める行為というのは悪いことではない。しかしながらそれは参考程度にとどめてほしいということだ。最終的な判断はもう一度言うが自分自身で決めてくれ。なぜならば自分で結論を下した選択肢を選んだ方が人生がうまくいくようにできているからだということだ。これは全ての先輩方に言えることだ。そして全ての人生の岐路、どっちを選択するかどうかという判断、全ての判断に言えることだ。最終的な判断は自分自身で選択するんだ。そうすることで高確率で人生がうまくいくように人生のシナリオは決められているということだ。人が選択した人生を歩めば高確率でうまくいかないと私は断言しておこう。人生の選択は自分自身で決めるんだ。じゃないとうまくいかない人生が待っているだけだ。まあ余談ではあるが、ちなみにこの場所というのは南海トラフ地震、そしてまあ相模トラフ地震、首都直下型地震、まあそれらの被害というのは全く受けない場所だ。ここはだな。もちろん津波も来ることはない場所だ。そういった場所を選択しているというだけだ。なぜならばもう来ると分かっているからだ。だから深い理由はない。ただ単純に来ると分かっているから、そういった場所というのは事前に避けているだけだ。簡単な話だ。特に複雑な理由は何もない。簡単な話だ。ということで今日はこの辺で終わりです。先輩方、幸運を祈る。